伝統空手道の遠間からの突き、金沢日和さんの蹴りのコントロール、鳴海妙さんの少林寺拳法部物語。今日の日和エクスプレスは三つ星グローバル浅草店での公開収録です。日和さん、今日のために用意してきたスペシャルなテクニックはありますか？急に来た本当に黒帯アルトってもう何も決まってない状態でこうやって急に言われるんです。準備すると面白くないからですよ。はい、伊藤君、実はですね、このお二人どちらも本部の指導員の先生なんですけれども、子供の頃同じ道場だったらしいじゃないですか。そうですね。その頃の思い出とかありますか？そうですね、うちの道場が昔はもう本当に100人以上いる道場で、すごいこの同学年も20人とか30人とかいたんですけど、支部の大会を毎年やってたんですね。でそこで、自分が3年違いなんで、6年生の時に、3年生とかちっちゃいながらに先輩の試合を見てた時にやっぱり男の子ばっかりなんですね。ちょっとやんちゃそうな人がいたりとか、バッタバッタ倒していく、うわーかっこいい先輩いるなっていうのは昔から思ってました。ありがとうございます。その頃の伊藤先生のはどんな感じでした？本当にその時から上手であったんですけど、努力の人というか、本当に稽古前早く来て一人で練習してるとか、稽古の後に残ってやってるっていう印象がすっごい残ってて、頑張り屋さんだなこの子っていうのはずっと思ってました。いろんな大会でも優勝したり成績は残してるんですけど、本当に努力の結果なんだろうなっていう印象でしたね。でもね、2人とも小学生の時に同じ習志野の道場ですね、習志野の道場でやってて、そして今は本部指導員として2人で頑張ってるっていうのはなんかすごいですよね。なんかすごいことだと思います。自分で言ってましたけどね誘いました。来てくれないかと。そうなんですか。それで伊藤先生は誘われて、いやっていうもう本当数年ぶりぐらいに連絡が来て、ちょっと赤坂でランチでもしないかみたいなみたいな何の話ですかみたいな言ったら、そういう話をいただいて、本当にお世話になってた先輩だし、先生もすごくお世話になっていた人なので、これはやるかと。そうなんですね。じゃあ今2人で切磋琢磨しながら頑張ってると。そうです。ちなみにじゃあお互いの得意技みたいなのって、日和さんはこういうとこがすごいと、で逆に伊藤先生はこれがすごいみたいなのをお互いいいところを、じゃあまず伊藤先生から。女性の、持ち味というか、柔らかくてしなやかな動きっていうのはもう皆さんも動画とか見たらもうすぐ分かると思うんですけど、蹴りですね。もうとにかくその蹴りのしなやかさを持った威力もあるし、コントロールがすごくてですね、うちの連盟の全国大会っていうのが毎年夏にあるんですけれども、一昨年ですかね、2人で演舞をした時にその蹴りをパーンって速い蹴りを食らうんですけど、もう本当にスキンタッチっていう、ちょっともう本当にビビりましたね。コントロールされたらもう急所とかやられるな。伊藤先生ね、この話の流れだとこの後に日和さんがこれを実演しないといけない流れになりましたね。ですね。後ほどですね、大丈夫です。大丈夫ですって言ってます。大丈夫ですね。皆さん期待してますよね。すごいハードルが一応お互い褒める場面だったらいきなりハードルを上げましたね。プレッシャーをかけてきました。じゃあ逆に伊藤先生のここが技術的にすごいっていうのは。伊藤先生は上段の逆突きが私すごいなと思ってて、伸びもあるんですけど、その構えたところから最初のこの瞬発のこの初動が速くて長いんですよね。そこがすごい。でも上段の逆突きって言っても多分分からない方もいらっしゃると思うんで、ちょっとジャンパー脱いでいただいて、ゆっくりめでいいので、
まあ空手のその組手の試合なんですけれども、やっぱこう空手のその伝統派の特徴というか、こう距離がやっぱまず遠いところから始まるんですね。で世界大会に行くとこんなすごい大きい人たちともう戦っていかなきゃいけないというところで、どうやったら技届くかなって自分なりに考えたのがその上段の逆逆っていう技です。はい、よし。お願いします。普段の距離っていうのはこの辺なんですね。だいたいこの構えと構えがぶつかるかぶつからないかぐらいのところでこう駆け引きをして、でそこからスッと入るんですけれども、一つはこう、さっき速いって言ってもらったんですけど、速く見せることが大事で、速いってバレちゃダメなんですね。気づいた時には速かったみたいな見せるために、もうすごくもう自分の中を無にします。でそこからスッとこう入っていく。で、今日和先生とか相手だと1本ですっとこう届くんですけど、相手がこう少し下がったりしたら2本目まで続いたり、それでも届かなかったら蹴りを入れたりとか、こう対応がしやすいなっていうふうに自分の中で思った技です。はい、以上です。ちょっとじゃあカメラに向かってこれにやってみて、いいですね。当てないでね。壊したら終わりだ。一回見ていいですか。はい。おお、さっきの社長と同じ同じやんけみたいな。はい、どうぞ。はい、わあ、これすごいね。確かに。当たり前なんですけど、伊藤先生実はですね、一昨年の全国大会の組手の全国チャンピオンなんですよね。すごくて当たり前ってはすごいですよね。昔ちょっとバスケをしてたとか、そういうのもあったりとかして、自分に合うなっていう技を見つけたっていう感じです。はい。意外にやっぱりこの空手のね、特に試合のフットワークね、運足っていうんですかね、結構役立ったりしますよ。運足ももちろん役立ちますし、自分が一番こう感じるのはこう正中線。バスケって横からぶつかったらファウルになっちゃうんですね。だから相手のこの進む正中線にスッと入んなきゃいけないとか、それはすごい感じるなって思います。はい。すごいいい話ですね、これね。よかったです。ありがとうございます。今後あれじゃないですか、全国のバスケ部からスカウトしたら君空手やってみないか。そういうのもいいかもしれないですね。さあ次のコーナーは少林寺拳法の鳴海美緒さんの登場です。日和さんは空手着へのお着替えをお願いします。鳴海さんはいつ頃、何歳頃に少林拳法を始めたんですか？私は大学から始めました。じゃあ、高校までは違うなんかスポーツとか。はい、そうです。何やったんですか？吹奏楽部を6年間ずっとやってました。担当楽器は何をやって？担当楽器はトロンボーンをやってました。そうなんですか。はい、長い。へえ。トロンボーンから少林寺拳法、ずいぶん離れてますけれども、なぜ少林寺拳法を大学で始めようと思ったのか。そうですね、父の影響で、はい、父から東京で少林寺拳法武道をやっている人が痴漢を撃退した、しかも女性がっていう話を聞いて、投げ技でそれを聞いてから少林寺拳法に興味を持ち始めたのと、もともとアクション映画とか、はい、アクションも好きだったので、はい、少林寺に。それで大学で少林寺拳法部に入った。はい、もう大学から。じゃあそれまではいわゆる武道格闘技の経験がなくて。ないですね、なかったです。どうでした？いきなりこう初めてやってみて、最初の頃の思い出っていうか大変だったとかありますか？いやもう大変でしたね。もう勉強より体育会で少林寺拳法部だったので、はい、もう少林寺拳法一色の大学生活で。一色トロンボーン吹いてた人がね、突然でも、そこまでハマるなんか魅力があったってことですよね。そうですね、やっぱりもうかっこよ
かっこよかったですし、武道やってる先輩方が、どんなに辛くてもやっぱりこう道着を着て稽古やっぱり頑張ってると自信が毎日ついていくので、やっぱりそれは大きな財産です。高橋さんは大学の1個下の後輩です。後輩です。後輩なんですね。じゃあ高橋さんはじゃあ当時成美さんの後輩だったっていうことは、その頃の成美先輩っていうのはどんなイメージで印象でした？言える範囲で。はい、でも練習に本当にひたむきに一生懸命にやっていて、他の人が夏練習とかも厳しい中で一人だけずっと毎日練習に参加していたりとかコツコツとやって努力している方だなと思ってました。何その泣けるで一応台本通りででも明治大学の少林寺拳法部というのは僕も一度ね取材に行きまして、撮影させてもらったんですけど、見てる限りめちゃくちゃきつそうでしたけどね、こんなにやるのって思って特別な稽古してるのかなと思ったら普段通りって言ってたんで、あんなにやるんですか？はい、もう大変です。もうでもとにかく基本をやるようにしてますね。絶対に夏練習が山場合宿もあって山場なんですけど、みんな泣きますね。泣きながら。ここで部員たちを泣かせた張本人かもしれない川島優斗先生にお話を聞いてみましょう。黒帯ワールドではおなじみですね。川島先生はどうですか？成美さんの当時の思い出というか、全く未経験でね。だって明治大学の稽古を見ていると未経験者にはきついだろうと思ったんですが、どうでしたその頃？大学少林寺拳法部は結構本当に少林拳法やってなかった人の方が多いぐらいなんですよ。いろんな明治大学以外も含めて。そうなんですか。で高校とかちっちゃい頃経験してた、彼なんかはねちっちゃい時からやってたりするんですけども、そういう割合で言うと本当82とか73ぐらいで未経験の人が多くて、で彼女も最初白帯で西監督と同じ鹿児島から上京してきて、本当に地方から来た女の子みたいな感じだったんですけど、本当に一生懸命少林拳法をやって、普通はでも大学で終わっちゃう人が4年間とかやって終わっちゃう人が多いんですけども、社会人になっても続けていると、やっぱり先輩がいいのかなっていうふうに思ってます自分のいや周りの人もね含めて、ですね。でもあれか、普通は大学卒業したら辞めちゃう人が多いけれども、大学卒業しても明治大学に来て稽古してるんですか？あとは川島先生が道場にね、支部の方で今はすごいですね。あなたもう本当に偉いね。そして今ね俳優としてもね活躍をしてるという。少林寺拳法を PR してもらわないと本当にいけないので頑張ってもらってでもそれも若干重荷じゃないですか正直なところで。もう本当に少林寺拳法のおかげなので、おかげさまで頑張れてます。素晴らしいですね。大会とかもチャレンジして全国大会も今年も去年も出たよね。その前も出たっけ？その前も出てます。結構もうすごいですよね。現役でね。そうです。で大学生と組んでるんです。でここ我々3人とも一応コーチとして指導者として明治大学の方にも行くことはあるんですけども、現役の大学生と組んで大会に出るんですね。でやっぱり先輩が後輩をこう引き上げるじゃないんですけども、で先輩としてもちょっと頑張らないといけないっていうね、ある意味ね気合も入るよね。多分ね今日いらっしゃってるね武道を実際自分たちでやってきた方は今成美さんがこんだけ続けてるのはどんだけ大変かってことがねよくわかると思うので、感動したぞって拍手をどうぞいやもう本当にすごいですよ成美さん。もう少林寺拳法の未来がかかってますねはい、ちょうどねひよりさんもお着替えが終わったみたいなので、川島先生ありがとうございました。ありがとうございます。さあ次回は道着姿の2人が技を披露します。空手道と少林寺拳法日和エクスプレス、お楽しみに。